皆さんこんにちは。早速ですが今日はすごく興味深いテーマを解説していきます。最近の AI による音楽生成、本当にすごいクオリティですよね。でも、ふと、これって法的にどうなんだろうって疑問に思ったことありませんか？今日はその謎を一緒に紐解いていきましょう。ズバリ、AI で音楽を作ることは法律違反になるのでしょうか？この大きな疑問に対するヒントとして、2026年7月31日、ドイツで出されたばかりのとんでもなく重要な判決に注目してみます。これ、今後の音楽業界と AI の関係をガラッと変えてしまうかもしれない超特大ニュースなんですよ。まずは、この AI 音楽における著作権問題の全体像から見ていきましょう。事の発端はこうです。ドイツ国内の音楽著作権をがっちり管理しているゲーマという団体が、アメリカの超巨大 AI 音楽生成企業スーノを著作権侵害で訴えたんです。舞台はミュンヘン地方裁判所。まさに音楽界のガーディアンと最新テクノロジーの巨人が真っ向からぶつかり合ったわけですね。ここで注目してほしいのが6という数字です。実はゲーマは世の中のすべての音楽について訴えたわけではなくて、彼らが管理していると区定の6曲について、スーノが完全に一線を越えて著作権を侵害したとピンポイントで主張したんです。では、ドイツの裁判所はこれに対してどんな衝撃的な判決を下したのでしょうか。なんとですね、裁判所はゲーマの主張をほぼ全面的に認めたんです。はっきりと著作権侵害を認定した上で、スーノに対して生成の差し止め、情報の開示、そして損害賠償の支払いを命じました。AI 企業側からすると、これはもうめちゃくちゃ厳しくて重い結果ですよね。じゃあ、具体的にどんな風に侵害してたのって気になりますよね。ゲーマが実際に比較音源を公開しているんですが、これが本当に驚きなんです。AI が作った曲がドイツの超有名なパーティーソング、アルテムロス・ドゥシュテンクトや誰もが知ってる名曲、カイゾーラスプーチーも冒頭のメロディーと笑ってしまうくらい完全に一致していたんですよ。ただ、ここで絶対に押さえておきたい超重要なポイントがあります。これ、AI が何もないところから勝手にそっくりな曲を作り出したわけじゃないんです。実は、ユーザーが AI への指示、いわゆるプロンプトに原曲のタイトルや歌詞、スタイルをピンポイントで入力した結果として、こういうそっくりな曲が出てきちゃったという背景があるんです。なるほど、出力は確かに似ていた。では、AI のプロセスのどこで侵害が起きたと判断されたのか、確信に迫りましょう。これが本当に画期的なんですが、裁判所は AI のプロセスを3つの段階に分けて、そのすべてで侵害があったと認定したんです。1つ目はアメリカで YouTube などのデータを使った初期の AI 学習段階。2つ目はドイツのサーバーにモデルを保存複製した段階。そして3つ目が最終的な音楽を出力した段階です。裁判所がここで強く指摘したのは、最終的な出力結果が原曲にこれだけ似ているんだから、そもそも最初の学習段階そのものもアウトだよねというロジックです。つまり、出力結果に元のデータがはっきりと現れてしまうケースでは、そこに至るまでの学習プロセスも含めて丸ごと違法だと判断されたわけです。さてここで皆さんの頭に一つの疑問が浮かんでいませんか？ちょっと待って。最初の AI 学習はアメリカで行われたんだよね。なんでドイツの裁判所がそれを裁けるのと。普通、ドイツの法律は国外には適用されませんから。これってすごく鋭いツッコミなんです。実はこの点について、ドイツの裁判所はなんとアメリカのフェアユースの法律を引っ張り出してきて判断を下したんです。そして、フェアユースを判断する4つの要素すべてをチェックした結果、すべてスーノに不利であると結論付けました。要するに、権利者に無断で学習させたことは、アメリカの基準にて、出し合わせても
フェアユースにはならないと判断したんです。では、今回の結果を過去の AI 裁判と比べてみるとどうなるでしょうか。以前、あったゲーマ対オープン、AI の裁判と比べると違いがよくわかります。どちらの裁判も AI が作品を記憶して、それを出力してしまったという点にフォーカスしているのは同じです。でも、オープン AI の件が歌詞だけを問題にしていたのに対して、今回のスーノのケースは音楽のメロディー全体に踏み込み、さらにはアメリカのフェアユース法まで評価しているんです。つまり、めちゃくちゃ影響範囲の広い踏み込んだ判決なんですよ。ただですね、ここで絶対に忘れないでほしいのは、これがまだ地方裁判所レベルの判決に過ぎないということです。スーの側は、この判決には全く納得できないと反発していて、控訴も含めたあらゆる選択肢を検討すると明言しています。つまり、この法廷バトル、まだまだ終わる気合がありません。最後に、この一連の騒動が AI 音楽の未来にどんな意味を持つのか一緒に考えてみましょう。実は今、スーノはドイツだけじゃなく、アメリカ国内でもユニバーサルミュージックやソニー、ワーナーといった音楽界の巨大企業たちからと9大の著作権侵が依訴訟を起こされている真っ最中なんです。こちらについては、まだ最終的な決着はついていません。でも、ここで映画みたいなとんでもないどんでん返しがあったんです。なんと、原告の一つであるワーナーミュージックが訴訟を和解して、スーノとライセンス契約を結ぶ意向だと発表しました。つまり、法廷で徹底的にやり合うのではなく、ビジネスパートナーとして手を組む道を選んだというわけです。これには驚きましたよね。考えてみれば、音楽業界ってすでに著作権を管理してアーティストに使用料を分配するめちゃくちゃ優秀なシステムを持っていますよね。だからこそ AI 企業が音楽を学習する代わりにきちんとお金を払う。こういうライセンス契約こそがこれからの AI 学習におけるスタンダードな解決策になっていく可能性が高いんじゃないでしょうか。もちろん自分の曲を学習されたくない場合のオフとアウトの仕組みとか、偶然に他曲ができてしまった時の対処法とか、クリアすべき壁はまだまだ山積みです。でも、ライセンスの仕組みが進んで、ルールがはっきりしていく中で、私たちには大きな問いが残されます。今後、AI と人間のアーティストは、どうすれば一番ハッピーな形で共存していけると思いますか？皆さんもぜひ、この先の音楽の未来について考えてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。